皆さんこんにちは。フルスタックチャンネルです。今回は T3 スタックを使用してサブスクシステムを構築していきます。T3 スタックは Next.js、TypeScript、TRPC、Prisma、Tailwind CSS、Next.us を組み合わせたフルスタックのウェブ開発スタックです。前回はこのスタックを使用してコミュニティに不可欠なコメントシステムを構築しました。今回のサブスクシステム構築編ではフリーミアム戦略を取り入れ、ブログ記事を無料と有料に分けていきます。フリーミアム戦略を導入することで、多くのユーザーが無料でサービスを試せるため、幅広いユーザーを獲得できます。無料プランの利用を通じて、サービスの価値を実感したユーザーは、有料プランへと移行することで、サブスクリプションの購入を選択する可能性が高まります。事業者は定期的な収入を得ることで、収入の予測がしやすくなり、ビジネスが安定します。さらに、定期的な収入は、ビジネスの成長を支え、未来の投資や改善を計画しやすくなります。決済プロセスはストライプを使用し、サブスクリプションの購入、管理、キャンセル、購入履歴の確認が簡単にできます。T3 スタックを利用したサブスクシステム構築に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは、始めていきましょう。今回のチュートリアルは、コメントシステム構築編の続きから実装していきます。コメントシステム構築編では、コメントの投稿、編集、削除機能に加えて、いいね機能とページネーション機能を実装しています。まだコメントシステムを構築していない方は、こちらの動画を参考に実装してください。今回使用するライブラリをインストールします。ShadowCN のコンポーネントをインストールします。バージョンはこのようになっていますので、チュートリアルのバージョンに合わせてインストールしてください。今回のサブスクシステム構築編では、フリーミアム戦略を取り入れていきます。フリーミアム戦略は、フリーで提供する基本機能と、特定のプレミアムな追加機能を、有料で提供する仕組みを組み合わせたものです。このアプローチの魅力は、誰もが手軽にサービスを使い始められ、その利便性を感じた後で、特別な機能やサービスを求めるユーザーが、有料プランに移行することにより、全体の収益を増やすことができる点にあります。このビジネスモデルでは、無料で提供する部分によって、初めてユーザーの関心を引き、その後、有料オプションへとスムーズに移行させる戦略が成功の鍵を握ります。フリーミアム戦略を採用することで、事業者は新規顧客を容易に獲得でき、無料ユーザーによる口コミで宣伝コストを削減し、自然なプロモーションを享受することができます。加えて、無料でサービスを提供することで、ユーザーが将来的に有料オプションに切り替える潜在的な可能性が生まれます。しかし、デメリットとしては、多くのユーザーが無料オプションにとどまることで、収益化に時間がかかるリスク、有料プランへの転換率の不確実性、無料サービスの維持に伴うコスト、そして無料と有料のユーザー双方を満足させるための運用の複雑さが挙げられます。フリーミアム戦略を採用することで、利用者はリスクなしでサービスを試し、基本的な機能を無料で利用できるメリットがあります。さらに、自分のニーズや予算に合わせて、有料機能をカスタマイズして選択する自由があります。一方で、デメリットとしては、無料プランでは利用できる機能が限られており、事業者からの有料プランへのアップセルによる圧力を感じることがあります。また、無料ユーザーは、サービスの優先度が低くなる傾向があり、事業者のビジネスモデルの変更によっては、無料プランがなくなるリスクも存在します。フリーミアム戦略が成功するためには、無料と有料サービスの適切な範囲を設定し、ユーザーが有料機能の便利さを実感できるようなバランスを取ることが重要です。有料機能の価値を体験できる無料トライアルを提供し、ユーザーの行動を分析して、どの機能を有料化すべきかを判断します。また、無料サービスであっても高品質を維持することで顧客満足度を高め、長期的な顧客関係を構築することが重要です。プリズマを使用してデータベースを構築していきます。ユーザーモデルに管理者権限を判定する isAdmin を追加して、サブスクリプションモデルを紐付けます。管理者権限があるユーザーのみ、新規投稿ができるようにします。ポストモデルに有料会員限定記事を判定する。
プレミアムを追加します。サブスクリプションモデルを追加します。タイプスクリプトのコードを生成します。マイグレーションファイルを作成せずに、直接データベースを構築します。プリズマスタジオでデータベースの中身を確認します。今回追加したサブスクリプションテーブルが追加されています。ユーザーテーブルで管理者権限を付与したいユーザーの is アドミンを true に設定します。管理者権限が付与されたユーザーは新規投稿ができるようになります。新規投稿で有料会員限定記事を投稿できるようにしていきます。ユーザーナビゲーションを開きます。管理者権限があるユーザーのみ、新規投稿のリンクを表示するようにします。新規投稿ページを開きます。管理者権限がないユーザーが新規投稿画面を開いたときに、投稿権限はありませんと表示します。新規投稿コンポーネントを開きます。フォームディスクリプションとチェックボックスをインポートします。入力データと検証ルールの定義にプレミアムを追加します。フォームの初期状態にプレミアムを追加します。TRPC のクリエイトポストの引数にプレミアムを追加します。有料会員限定に設定できるチェックボックスを追加します。TRPC の新規投稿 API を修正します。インプットにプレミアムを追加します。管理者権限がない場合は、エラーを返します。投稿の保存にプレミアムを追加します。新規投稿の動作を確認します。新規投稿画面に遷移して、有料会員限定のチェックボックスが表示されていることを確認します。チェックボックスで有料会員限定にチェックをして投稿します。まだ有料会員限定の表示は実装していませんので、無料記事と同じ表示になっています。投稿編集画面に有料会員限定のチェックボックスを追加していきます。投稿編集コンポーネントを開きます。チェックボックスをインポートします。入力データの検証ルールにプレミアムを追加します。フォームの初期値にプレミアムを追加します。TRPC のアップデートポストにプレミアムを追加します。有料会員限定に設定できるチェックボックスを追加します。TRPC の投稿編集 API を修正します。インプットにプレミアムを追加します。管理者権限がない場合は、エラーを返します。投稿の更新にプレミアムを追加します。投稿編集の動作を確認します。投稿編集画面に遷移して、有料会員限定のチェックボックスが表示されていることを確認します。
有料会員限定の表示を追加していきます。中心から円状にグラデーションを表示するクラスを使用するために、コンフィグファイルにバックグラウンドイメージを追加します。投稿一覧アイテムコンポーネントを開きます。トップページの投稿一覧に、もし有料記事であれば、有料会員限定の表示を追加します。投稿詳細ページを開きます。Get サブスクリプションをインポートします。サブスクリプションが有効かを判定する関数をコールします。ポストディテールコンポーネントに判定結果を渡します。アクションズフォルダにサブスクリプションファイルを作成します。サブスクリプションが有効かを判定する関数を作成します。1日のミリ秒数を定数として定義します。Get サブスクリプション関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。ユーザー ID が存在しない場合、サブスクリプションをヌル、is サブクライブドをフォルスで返します。データベースからサブスクリプション情報を取得します。サブスクリプション情報がない場合は、サブスクリプションをヌル、is サブクライブドをフォルスで返します。サブスクリプションのステータスがアクティブで、有効期限が現在時刻よりも後の場合は、is サブクライブドを true で返します。投稿詳細コンポーネントを開きます。引数に is サブクライブドを追加します。表示内容を判定します。有料会員限定記事で、サブスクリプションを購入していない場合で、投稿者本人でない場合は、投稿内容の表示を制限します。投稿内容を200文字に制限します。有料会員限定の表示をします。内容を先ほど設定したコンテントに変更します。表示内容を制限した場合は、有料会員へ促す表示を行います。ログインしている場合は、有料プランを購入するボタンを表示します。ログインしていない場合は、ログインするボタンを表示します。ユーザー投稿一覧アイテムコンポーネントを開きます。ユーザーの投稿一覧に、有料会員限定の表示を追加します。有料会員限定表示の動作を確認します。トップページの投稿一覧に、有料会員限定の表示が追加されていることを確認します。投稿詳細画面にも、有料会員限定の表示が追加されていることを確認します。自分の投稿は、内容を制限する必要はないので、すべての文章が見れるようになっています。プロフィール画面の投稿一覧にも、有料会員限定の表示が追加されていることを確認します。一度、ログアウトします。投稿詳細画面に遷移すると、投稿内容の表示が制限されていることを確認します。ログインボタンをクリックして、先ほどとは違うユーザーでログインします。投稿詳細画面に遷移すると、投稿内容の表示が制限されていることを確認します。ボタンの表示が、有料プランを見るになっています。ストライプの設定をしていきます。ストライプは、オンライン決済プラットフォームです。簡単にクレジットカードや他の種類の電子決済を受け付けることができるように設計されています。API が提供されており、ウェブサイトやアプリに簡単に組み込むことが可能です。サブスクリプション料金の管理、請求書の作成、支払いの処理など、
多様な金融サービスを提供しています。詳細は公式ドキュメントを参考にしてください。ストライプにサインインします。まだアカウントを作成していない方は、新規アカウントを作成してください。テスト環境のトグルを有効にして、テスト環境にしてください。テスト環境にすると料金が発生しないので、安心して開発することができます。商品カタログを作成します。商品を追加します。名前、価格、検索キーを入力します。検索キーは後で使用するので、わかりやすい名前にしておいてください。商品を保存します。ここで複数商品を作成すると、複数の有料プランを選択できるようになります。開発者画面に遷移して、API キーを取得します。公開可能キーとシークレットキーを環境変数に設定します。先ほどストライプで設定した商品を選択する画面を作成していきます。レイアウトを開きます。Get サブスクリプションをインポートします。サブスクリプションの有効を判定します。ナビゲーションにサブスクリプションの有効判定結果を渡します。ナビゲーションを開きます。引数に is サブクライブドを追加します。サブスクリプションが有効でない場合は、有料会員へのリンクを追加します。シャド CN のボタンの色にプレミアムを追加します。ペイメントフォルダを作成して、商品選択ページを作成します。各モジュールをインポートします。ペイメントページ関数を作成します。認証情報を取得して、認証していない場合は、ログインページにリダイレクトします。サブスクリプションの有効チェックを行い、サブスクリプションが有効な場合は、設定ページにリダイレクトします。TRPC の Get Prices で商品リストを取得します。ペイメントコンポーネントをコールします。サブスクリプション用のルーターを追加します。サブスクリプション用のルーターを作成します。各モジュールをインポートします。サブスクリプションルーターを作成します。商品リスト取得は認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。ストライプの API をコールして、登録した商品情報を取得します。検索キーを指定することで、取得する商品を指定することができます。商品情報を返します。リブフォルダにストライプファイルを作成して、ストライプの設定を行います。コンポーネンツフォルダにサブスクリプションフォルダを作成します。商品選択コンポーネントを作成します。各モジュールをインポートします。
ペイメント関数を作成します。TRPC の Get クライアントシークレットを使用して、クライアントシークレットを取得します。クライアントシークレットの取得に成功したら、決済画面に遷移します。クライアントシークレットの取得に失敗したら、トーストでエラーメッセージを表示します。申し込むボタンをクリックすると、クライアントシークレットの取得を行います。商品リストをマップでループして、商品を表示しています。商品名と価格、申し込むボタンを表示します。クライアントシークレットを取得する API を作成します。アップデートサブスクリプションをインポートします。インボイスとサブスクリプションの型をカスタムして定義します。クライアントシークレットの取得は認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。インプットに入力データの型を定義します。クライアントシークレットの取得 API はデータベースを操作するので、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットから商品 ID を取得します。CTX からユーザー ID、名前、メールアドレスを取得します。サブスクリプション情報を取得します。サブスクリプション情報が存在する場合は、データベースから顧客 ID を取得します。サブスクリプション情報が存在しない場合は、ストライプの API を実行して、顧客情報を作成します。顧客 ID をデータベースに保存します。サブスクリプションのステータスがインコンプリートの場合、未完了のサブスクリプションが存在するので、そのサブスクリプションを取得します。サブスクリプションの最新の請求書を取得します。ペイメントインテンツを取得します。ペイメントインテンツからクライアントシークレットを取得します。ステータスがインコンプリートでない場合、未完了のサブスクリプションが存在しないので、新しいサブスクリプションを作成します。メタデータには、後で検索しやすいように、ユーザー ID を指定します。サブスクリプション情報を更新します。サブスクリプション情報からクライアントシークレットを取得します。クライアントシークレットが取得できない場合は、エラーを返します。クライアントシークレットを返します。サブスクリプション情報を更新する関数を作成します。アップデートサブスクリプション関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。データベースのサブスクリプション情報を更新します。有料会員限定記事を投稿したユーザーとは別のユーザーでログインします。有料プランを見るボタンから商品選択画面に遷移します。ストライプで登録した商品が表示されていることを確認します。お支払いする画面を作成していきます。
お支払い詳細ページを作成します。各モジュールをインポートします。ペイメントディテールページ関数を作成します。動的ルーティングからクライアントシークレットを取得します。認証情報を取得して認証していない場合はログインページにリダイレクトします。ペイメントディテールコンポーネントをコールします。お支払い詳細コンポーネントを作成します。お支払いフォームを表示していきます。各モジュールをインポートします。ストライプの公開鍵を読み込みます。引数の型を定義します。ペイメントディテール関数を作成します。お支払いフォームをカスタマイズするためのオプションを設定します。サイトに合わせてお支払いフォームのデザインをカスタマイズすることができます。テーマや見た目を細かく変更できるので、詳細は公式ドキュメントを参考にしてください。ストライプのエレメンツコンポーネントを使用して、お支払いフォームをレンダリングします。お支払いフォームコンポーネントを作成します。各モジュールをインポートします。ペイメントフォーム関数を作成します。決済するボタンをクリックすると、ハンドルサブミット関数がコールされます。ストライプが読み込まれているかを確認します。ローディングを開始します。ストライプのコンファームペイメント関数を使用して、決済を確定します。お支払いに成功すると、お支払い成功の画面に遷移するようにします。決済時にエラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示します。ストライプのペイメントエレメントコンポーネントを使用して、お支払いのフォームをレンダリングします。決済するボタンを表示します。エラーメッセージを表示します。お支払い成功画面を作成していきます。各モジュールをインポートします。サクセスページ関数を作成します。認証情報を取得して、認証していない場合は、ログインページにリダイレクトします。TRPC の Get サブスクリプションインフォで、サブスクリプション情報を取得します。サクセスコンポーネントをコールします。サブスクリプションの情報を取得する API を作成します。サブスクリプション情報の取得は、認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。データを取得するだけなので、クエリーを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。CTX からユーザー ID を取得します。データベースからサブスクリプション情報を取得します。サブスクリプション情報が存在しない場合は、エラーを返します。ストライプから現在有効なサブスクリプション情報を取得します。お支払い成功コンポーネントを作成します。各モジュールをインポートします。
サクセス関数を作成します。現在有効なサブスクリプション情報をテーブルで表示していきます。開始日と終了日を日付として扱えるようにします。お支払いナンバー、開始日、終了日、料金をテーブルで表示します。Webhook を構築していきます。Webhook とは、特定のイベントが発生したときに、リアルタイムで通知を受け取れる仕組みです。Stripe の Webhook は、支払いが完了したり、請求書が更新されたりするなどのイベントが Stripe で発生したときに、あらかじめ設定した URL にデータを送信します。これにより、システムがそのイベントを検出し、必要に応じて自動的に処理を行うことができます。Webhook を設定していきます。開発者画面の Webhook に遷移します。初めての方は、ローカル環境でテストボタンをクリックします。すでに設定してある場合は、ローカルリスナーを追加ボタンをクリックします。CLI をダウンロードのリンクをクリックします。Stripe CLI をインストールします。各 OS に合わせてインストールしてください。インストールが完了したら、Stripe にログインします。ターミナルでStripeログインを実行します。リンクが表示されるので、リンクをクリックしてアクセスを許可します。Stripe リスンで Webhook を使用してStripe からイベントを受信できるようにします。Webhook のシークレットキーがターミナルに表示されるのでコピーします。環境変数に設定します。Stripe の Webhook イベントを処理するためのエンドポイントを作成します。各モジュールをインポートします。ポスト関数を作成します。リクエストのボディをテキストとして取得し、Stripe の Webhook シグネチャーをヘッダーから取得します。Stripe の Webhook シグネチャーを検証します。失敗した場合は、エラーを返します。イベントデータからセッション情報を取得します。イベントタイプによって異なる処理を実行していきます。最初のお支払いと定期的なお支払いが成功した場合は、Stripe からサブスクリプション情報を取得し、データベースにサブスクリプション情報を更新します。サブスクリプションの情報が更新された場合は、このようにサブスクリプション情報を取得し、データベースにサブスクリプション情報を更新します。サブスクリプションが購入できるか動作を確認します。申し込むボタンをクリックして、お支払いフォームが表示されることを確認します。テスト用のクレジットカードの番号を入力します。決済するボタンをクリックすると、決済が完了します。お支払い成功画面に遷移して、お支払いが成功したことが確認できます。サブスクリプションを購入したので、有料会員限定記事が制限なしで読めるか確認します。制限なしで表示されていることが確認できました。カスタマーポータルを実装していきます。Stripe のカスタマーポータルは、顧客が自分のサブスクリプションを管理できる自己サービスのインターフェースです。これにより、顧客は自分のアカウント情報を見たり、サブスクリプションを変更したりすることが自由にできます。メリットとしては、顧客の自律性の向上、サポートコストの削減、顧客満足度の向上、セキュアな情報管理、そして事業者のブランディングに合わせたカスタマイズの容易さがあります。
これは特にサブスクリプションサービスを提供するビジネスにとって価値が高いツールとなります。詳細は公式ドキュメントを参考にしてください。サイドナビゲーションを開きます。サイドナビゲーションに定期購入管理ページへのリンクを追加します。定期購入管理ページを作成します。各モジュールをインポートします。ビリングページ関数を作成します。認証情報を取得して認証していない場合はログインページにリダイレクトします。サブスクリプションの有効チェックを行います。ビリングコンポーネントをコールします。定期購入管理コンポーネントを作成します。各モジュールをインポートします。ビリング関数を作成します。TRPC の Get ビリングポータル URL でカスタマーポータルの URL を取得します。カスタマーポータルの URL 取得に成功すると、カスタマーポータルに遷移します。カスタマーポータルの URL 取得に失敗すると、トーストでエラーメッセージを表示します。定期購入の管理ボタンをクリックすると、Get ビリングポータル URL を実行します。現在のプランを表示します。サブスクリプションの有効期限を表示します。カスタマーポータルへのボタンを表示します。カスタマーポータルの URL を取得する API を作成します。カスタマーポータルの URL 取得は認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。ボタンをクリックした時に実行するので、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。CTX からユーザー ID を取得します。データベースからサブスクリプション情報を取得します。サブスクリプション情報が存在しない場合は、エラーを返します。カスタマーポータルセッションを作成して、URL を取得します。カスタマーポータルを使用するには、カスタマーポータルリンクを有効にする必要があります。ブランディング設定で、ブランドカラーやアイコン、ロゴなどが設定できます。カスタマーポータルの動作を確認していきます。アカウント設定の定期購入画面に遷移します。現在のサブスクリプションの状態が表示されていることを確認します。定期購入の管理ボタンをクリックします。カスタマーポータルが表示されました。プランのキャンセルやお支払い方法の変更、請求履歴の確認などができます。プランをキャンセルしてみます。アプリ画面に戻ると、キャンセルされますと表示されています。もう一度カスタマーポータルに遷移して、プランを更新してみます。以上で T3 スタックを使用したサブスクシステムの構築は終了です。T3 スタック入門シリーズの各章をご視聴いただき、ありがとうございました。シリーズでは T3 スタックを使用して、認証システム、ブログ、コメント機能、そしてフリーミアム戦略を取り入れたサブスクシステムを段階的に構築する方法を学びました。最初の章では、ログイン機能からスタートし、ブログ投稿、ユーザー間のコミュニケーションを促すコメント機能の開発を得て、最終章ではユーザーが無料で始めて有料プランへ移行する流れを作るサブスクシステムを構築しました。ストライプを活用して、決済プロセスをスムーズにし、
ユーザー体験を向上させることに重点を置きました。このシリーズがあなたのプロジェクトや学習に役立ち、さらなる技術の共有と新しい学びの機会を提供できることを楽しみにしています。ご視聴いただき、本当にありがとうございました。講座のソースコードは LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは全でも解説していますので、参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人開発の疑問点など、何でもご質問ください。会員登録しておくと、新着の講座情報が届きます。もし参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。